皆さんこんにちは、みやです。皆さん、私今ロンドンにいますよ。実はもうロンドンに来て2週間経ちました。見てください、こんなロンドンスウェットまで買っちゃって、すごく今エンジョイしているところです。めちゃめちゃ楽しんでいます。で、ちょっと今は風邪をひいていて、先週熱を出してしまったんですけど、もう元気になって、今はちょっと咳が出たり喉の痛みがあるだけなので、全然元気に過ごせています。皆さんも風邪には気をつけてください。まだまだ寒いですからね。はい、そして私がその今2週間ロンドンにいるんですけど、その2週間でロンドンについて、私の目線から見たロンドン、気づいたこと5選を今日は紹介したいと思います。じゃあまずもう早速始めますね。一つ目は、ロンドン本当に天気が悪いですすごく毎日曇りとか雨の日ばっかりで、すごく私ロンドンの街を散歩するのが好きなんですけど、なかなかね晴れてくれないです。もうそれがね、残念でならないんです。日本にいる時からロンドンは冬はなかなか晴れる日がないよって噂で聞いてたんですけど、まあ晴れないと言ってもそこまでじゃないよねって思ってたんですね。で、こっちに来てみたらもう本当に天気が悪くて、もう噂通りでびっくりしました。今2週間滞在してるんですけど、本当5日しっかり晴れてたのはもう5日ぐらいかな。ねえ、びっくりでした。すごい。でもなんかでも晴れただけでめっちゃ嬉しいってなれる超ハッピー人間に今なることができたので、逆に幸せ者かと思いますもう晴れてる空を見ただけでものすごく幸せを感じるようになりました。日本だと冬はよくもう青空が見れることが多いので、すごく日本に帰って青空を見たら感動すると思います。いやー、本当に天気が悪いですね。でもそこも含めてロンドンです。ホストマザー曰く夏はもっと晴れるみたいですね。夏に来たかったなって思うので、次は絶対にロンドンに夏に来ようと思いますでも楽しいです。で、2つ目は物価が高いっていうことです。もちろん世界のイギリスですし、イギリスのその中心のロンドンですから、物価が高いのはもちろん理解できます。だけど今すごく円安なんですね。日本で使う円、お金の円なんですけど、今円の価値がすごく低いんです、世界的に見て。なのでポンドを見た時にポンドの2倍にしないと円に換算できないんですね。例えばだから5ポンドは普通に1ポンド100円として考えたら500円なんですけど、5ポンドが今はもう1000円くらいなので約2倍ですね。なので毎日交通費を払ったりご飯を買ったり、あとはもちろんたくさん記念になるお土産とかも買いたいので買いはするんですけど、また2倍、またこれも2倍って思うと
すごくお金に困りますね。日本に帰ったらたくさんアルバイトをしてまたちゃんと稼ごうと思います。本当にお金が、財布の紐が緩むともうお金がどんどん飛んでいくので、しっかり財布をセーブしとかないといけないですね。でも今ほとんどカードで支払えますよね。私ほとんどの支払いをカードでしているので、なおさら自分が使った金額とかを把握しづらいじゃないですか。ピッて押せばもう払ってしまえるので、払えるので。なのでそれも怖い原因の一つですね。お金が本当に飛んでいきます。まあね、仕方がない、せっかくなのでお金は使いますけど、しっかり節約しないと大変なことになりそうです。で、3つ目は犬、ワンちゃん、ペットの犬をカフェとかレストランとかに連れて行けるとか、あと電車とかにも普通に乗せれるじゃないですか、ロンドンでは。多分ニューヨークとかもワンちゃんをカバンとかに入れて乗れるんですかね。日本とかだと盲導犬、目が見えない方の誘導をしてくれる犬、訓練された犬、ワンちゃんじゃないと乗れなかったり、カフェとかレストランもペットは連れ込めませんっていうお店が多かったりするので、こっちは割とすごくペットに関して優しい寛容ですよね。すごくいい素敵な文化だなって思います。ペットと一緒にいろんなところに行ったり、そのご飯とかを楽しんだりしている文化がすごく日本人の私から見たら新鮮だったので、とても素敵だなって感じました。あとは日本で見ない犬種の犬を連れてお散歩している人が多くて、だからかわいいっていう珍しい犬を見つけた時の喜びが本当に楽しいです。たくさん見つけては写真を撮って、ロンドンから日本に帰る頃には珍しいワンちゃんのコレクションができそうです。また皆さんにもお見せしたいなって思います。で、4つ目がロンドンにあるレストランはすごく国際色豊かだなって思います。レバノン料理とか通りを歩いてたらケバブとか、もちろん日本にもあるんですけど、ここまで多くないなっていう風に感じました。あとはもちろん中華料理とかコリアンフードもジャパニーズフードも結構アジア系のご飯のレストランも多いですよね。すごくびっくりしました。多国籍なご飯たちがいっぱいあって、私フードマーケットに行くのが好きなんですけども、たくさんトライしてみたいご飯が多くてすごく楽しいです。今のところまだ台湾のバオっていうんですかね、写真見えましたこれを食べてみたんですけど、すごく美味しかったです。これずっと食べたくて、で他にもたくさん食べたい料理がいっぱいあるんですよ。もちろん私ケバブもあまり馴染みがなくて、ケバブとか、あとブラジルの料理とかもあったりして、なのであとベトナム料理もフォーが食べたいんですね。あとインド料理もすごく本格的って友達から聞きました。なのでたくさんトライしてみたいと思ってます。でもちろんすごく申し訳ないんですけど、イギリスの方に申し訳ないんですけど、噂でイギリスのご飯は美味しくないって聞いてたんですね。であまり期待はしていないん
買ったんですけど、フィッシュチップスとか、あとねマッシュポテトにパイが乗っかってる伝統的なブリティッシュランチなんですかね。あれは現地の方もし知っていたら教えてほしいですの、そのような写真載っけときますねイギリスのご飯を食べたんですけど、すごく美味しかったです。だからなんて言うんでしょう、別に悪く言うつもりはないんですけど、思ってた以上に私は美味しいなっていう風に感じました。なのでご飯もたくさん挑戦したいと思っています。これからもね、どんどん。最後5つ目、もうこれはすごく今喜びをかみしめてるところなんですけど、すごく皆さんフレンドリーで、街ももう全部なんて言うんだろう、どこを切り取っても絵になる素敵な街並みがもう本当に大好きで、ビッグベンとかもうロンドンといえばって感じじゃないですか。ロンドンアイとかタワーブリッジとかも。でももうなんかそれももちろん初めて見た時はすっごい感動したし、ついにロンドンに来たんだっていう風に思って、もうすっごい嬉しくていっぱい写真も撮ったんですけど、もう他のところもただの通りもロンドンのバスも全部がなんか素敵で、もうたくさん今写真を撮ってて本当に楽しいです。だからもっと晴れてる日が多かったらもっと写真も綺麗に撮れるし、お散歩日和ももっとあるのになって思って、天気が本当に悔しいばかりです。でも私はロンドンの人もフレンドリーですごく好きだし、ロンドンの街ももちろん大好きです。たくさんの今魅力に触れて幸せいっぱいの生活を送っています。もちろん英語に苦戦して大変な日々ですが、すごく楽しいです。お友達もたくさんできたので、また私の日常がどんな感じなのかもお話ししたいと思います。今回はとりあえずロンドンに来て気づいたこと5選でした。また皆さんたくさんコメント待ってます。じゃあ次の動画もお楽しみに。バイバーイ。